置かれた場所で咲きなさいという綺麗な言葉があるじゃないですか。置かれた場所で最善を尽くし周囲を幸せにすることで自分自身も幸せになるというメッセージを伝えていますって書いてあるんですけど、すごくいい言葉ですよね。で、私でも何個か解釈の仕方があると思うんですよ。置かれた場所、今いるこの場所っていうのはどうしても苦痛でも耐えてそこでうまくやっていく方法を見つけなさいって言っているのか、それともその時に置かれた場所で最善を尽くしなさい、あなたは別にそこにとどまる必要はないけれども今の現状をまず、アクセプトして、とりあえず今この場でできることをやりなさいっていうのか私は2個目の解釈なんですよね。置かれた場所っていうのがずっとそこにとどまる必要がないと思ってて、仕事、嫌な仕事、嫌な人、いろいろいるじゃないですか。で、なかなかそういう人から離れるっていうのは難しいけど、一生そこにとどまる必要はないと思うのね。なんか例えば嫌な上司がいて、もう自分の心がズタズタになるような、そういう合わない人っているじゃないですか。仕事はお金だから自分の生活かかってるじゃないですか。だからそうパッと急に嫌だから辞めるっていうようなことはできないから、今のところその置かれた場所で咲きなさい、頑張りなさい。だけどそこにとどまる必要はないと私はすごい思ってるね。で、これは本当にさっきも言ったように、その仕事だったり環境だったり人だったり縛る必要はないと思います。置かれた場所で咲きなさいはこの一時的な話だと思ってて、でこれを何を言いたいのかっていうと、環境は自分で選べるということです。私はそう思います。本日2025年の7月26日なんですけど、私はちょうど15年前の2010年の7月26日に日本からアメリカに引っ越してきました。なんか15年しか経ってないのに30年ぐらいアメリカで生きたような気がするんですよね。多分いろいろ内容が濃すぎて結構波乱万丈なヒストリーなんで私はまずそもそも日本を離れたかった理由っていうのがあって、やっぱり日本の居心地がちっちゃい頃から悪かったからです。ちっちゃい頃からやっぱりでも中学生ぐらいの時からもうだいぶ気づいてましたね。中学校の時から、日本は合わないから早くどこかに行った方がいいなって。でこれがちょっと勘違いしないでほしいんですけど、日本が悪いとか日本が大嫌いだとか日本人が悪いとかそういうことを言ってるんじゃなくって、ただ自分に合わない、自分が日本に合わせていったとしたら自分は自分を見失うなってちっちゃい頃から思ってて、それは避けたかった。日本は大好き、日本人も大好き、日本の文化も大好きだけど、自分が最も避ける場所っていうのは日本じゃないなっていうのはすごく感じてたんですね。振り返ってみて本当にその自分の置かれる場所、自分を置く場所を変えてよかったなって思ってます。で、私がこれ言ってるのはただ外国に行きなさいとか他のところに行きなさいって言うんじゃなくって、縛られる必要はないっていうことを言いたい。環境の変化とか自分の周りにいる人を変えることとかって、どれだけその今いる環境がネガティブなものでもそれに慣れちゃってるから、そこから他のものに変えるってなかなか難しいと思うんですよ。変えることがいい選択だと分かってても、やっぱり人間っていうのは惰性で生きる生き物なんで、そっちにコンフォート、快適さ、ネガティブなものでも快適さを感じてしまう。でそれで良かったらいいと思うの。本当に個人の自由だと思うんですけど、それが嫌で仕方ない人っていうのはそこにとどまる必要がないと本当に私は思ってます。自分の国だから、自分の家族だから、自分の、仕事は大事ですけど、自分の置く場所を変えればいいじゃん。変えた方がいいですそんなに自分を本当に犠牲にしてまで自分を見失うぐらいまで辛いところにいる方がいたとしたら、そこに縛られる必要全くないと思う。理論的に考えた時に、いろんなね、自分の責任もあるし家族もあるしお金の問題もあるしとか言って、その環境を変えない理由っていうのはいくらでも探せば見つかると思うの。だけどそれで幸せですか？自分の魂を蝕んでまでそこにいる必要ないと思う。私は結構辛かったの、日本で私は結構奇抜な方だったんで、自分のことは理解してもらえないなって思ってて、
やっぱりずっと息苦しかったんですね。自分を出せない。で多分海外に行かれてる日本人の方ってそういう方結構多いと思うんですけど、だからといってそれが私がいいとか偉いとか、日本人で日本人の中でみんなと調和してできる人が悪いとかいいとかそういう話ではなく、私はとにかく合わなかったから外に出ました。15年経った後で振り返ってやっぱり正しい選択だったなっていうことを言いたかっただけなんですけど、皆さんの中でなんかこう苦しい、居場所がない、日本に居場所がない、苦しい、自分を出せてない、自分を受け入れてもらえないみたいなことをずっと感じてる方がいたら、世界は広いよ日本だけが選択肢じゃないよと言いたい。でもちろん実際に例えば引っ越すとか仕事をゲットするとなるとそんな簡単な話じゃないんですけれども、本当にやろうと思えば誰でもできると思います。今いるその嫌な環境にとどまって我慢して生きていくその値段と、頑張って環境を変えるその値段、どっちが大きいですか？どっちが大事ですか？はい、そんな話をしてみたかった。探せば自分の居場所はあると思います、どんな人にでも。でも見つからないからって人のせいにしたりするのは違うと思う。自分からどんどん見つけていかないといけないと思う。いや、こんだけ世界広いんだからさ、いくら変わった人でも奇抜な人でも受け入れてくれるところはあるよ受け入れてくれるところ、場所、人、環境っていうのはあると思います。ちょっと視野を広げてみたらいくらでも可能性ってあると思うんですよねはい、だから今の時代、置かれた場所で咲きなさい。自分で置かれる場所を選びなさい。